我が子の誕生目前、父は一人で死んだ。孫を抱く父の姿ではなく、死の現場を見た。警察から電話があって、私の父が亡くなってるっていう。最後を迎えたその場所は、散らばる家の中で見た死へと向かった痕跡。もう大量のお酒の空き缶。新たに生まれる命と残酷に果てた命。その狭間に戸惑う娘。最後に会ったのはいつかとか。命が交差する現実がそこにあった。おはようございます。本日は大阪のとある閑静な住宅街に来てるんです。この住宅街にある一軒家の宅、70代の男性がいわゆる孤独死をされた。依頼者っていうのがご家族さんになるんですけども、ご家族さんからご依頼いただきまして、まずは近隣の方にご迷惑にならないように、あと家の中にですね、貴重品とかがいろいろあるんじゃないかということで、しっかり中見させていただいてですね、確認しながら作業を行わさせていただきたいと思います。おはようございます。よろしくお願いいたします。依頼者は個人の次女28歳。この日は夫も立ち会いに。妊娠中の依頼者は出産を控えた中、父の孤独死を知らされた。72です。姉が一人、私の姉一人。で、母はいますが、父とは離婚して。もともとは両親、娘2人の4人家族。離婚後、父はこの家でどう暮らしていたのか。その家の中は、一人で住んでられたんでしょうか？そうです。室内には仏壇も、床に黒い斑点。父が孤独死していたのがこの場所。そこには髪の毛が残っていた。黒い塊。父の暮らしぶりがそのままに。父の母、私から見たら祖母が生きてる間は祖母と2人で住んでました。父は長く母と2人暮らしだった。しかし、去年の1月に亡くなりました。父の孤独死を知った経緯、それは警察から電話があって、私の父が亡くなってるっていう内容電話がありました。そこから、検視などなどするので、ちょっと家には入れない状態で、どういうふうに亡くなってるかという詳細はちょっと聞いてはないんです。身重な状態の中で聞いた父の孤独死は娘に衝撃を与えた。亡くなってから日にちが経ってたので、身元確認がちょっとしばらくできなくて、おそらく死後1ヶ月ぐらい経ってるか経ってないかって出てました。父が亡くなっていた現場。床は体液が染み黒ずんでいる。発見時は酷暑の真夏。高温多湿で腐敗進行は早い。体液の流出も顕著で虫も発生しやすい。つまり顔の死認は不可能。そのため身元確認に時間を要した。流れ出た
大量の体液と油が絡まり固まった髪の毛。体液の量がここはすごい。うわ、ここ宇治がすごい。さらにそのボトルでいいよ。はい。広いな。結構奥まで行きますよね。ちょっと遠くないけど。奥も広いな。うわ、結構行ってますね。広いな。本田さん、この洗濯機の下、洗濯パンの下も完全に汚染されてる状態。宇治がすごいな。そしてこの直後、現場経験豊富な清掃員ですら驚いた光景が、排水溝の中で宇治がうごめいている。うごめいてるの分かるな。うわ、本当ですね。うわ、中に入ってる。こんなことなんね。自分は腸急性心不全っていうふうには聞いてて、そして警察はこう尋ねた。最後に会ったのはいつかとか質問がいろいろありました。ただ父とはもう1年ぐらい会ってないので、っていう旨を返して、最後に会ったのは1年前。いつか孫の顔が見られたら、そんなことを口にしていたという。それは同居していた母が亡くなってからおよそ半年後のことだった。新たな命への思いが強まるのは必然だった。写真ですね。そこに写っていたのはシステムエンジニアとして働いていた当時の父。仕事に高い志を持っていたが、娘である依頼者はこう語る。こっちから会いたいとかはそういうの一切ないです。穏やかな口調から出た会いたいと思わないという言葉。その真意とは。依頼者が子供の頃、父と母は離婚。以来母のもとで育った。そんな依頼者が発したこの言葉。こっちから会いたいとかはそういうの一切ないです。この後スタッフはその理由がわかるものを発見する。で、2階フロア進みたいと思います。階段にね、埃が積もってるんですよ。大量の。2階にはほとんど行ってなかったんでしょうか。2階のお部屋ですよね。お酒の空き缶、かなりお酒がお好きだったような感じですよね。依頼者は子供時代から酒に溺れる父を見続けていた。会いたいと全く思わないことにも納得する。では父が酒に溺れた理由は何だったのか。父は元来几帳面で生真面目だったという。仕事熱心で昇進を目指して家族のために働いた日々。しかし思い通りにいかない現実を前に自分を責めた。そんな時、唯一気が紛れたのが酒だった。真面目であるがゆえに抱えた心の痛み。その痛みを麻痺させるため酒に溺れた。おそらく毎日飲んでたと思う。日本の飲酒人口は6000万人程度と言われ、このうちアルコール依存症の患者は230万人ほど。
潜在的なケースも含めると、実に飲酒者の26人に1人がアルコール依存症。そして依存症には真面目、完璧主義といったタイプが多いことで知られる。そんな父は酒以外にも問題があった。異性化運転と母への態度とか。離婚に至ったのは必然だった。父の写真。お父さん。さらに履歴書も仕事を探していた痕跡があった。マイナンバーカードの重要書類。登録の手続きもできず、4年ほど前からリハビリをしていた。その足が痛いとか歩きにくいとかはあったんですけど、足の痛みから身の回りのこともできなくなっていた。運動器症候群、通称ロコモティブシンドローム。これは歩行、立ち上がりなどの移動機能が低下すること。移動機能が低下した状態の60歳以上は、軽症者も含めると、男性で 65.7%、女性で 68%。足の症状が重くなることが孤独死という最悪のケースへとつながることもある。友人たちと行った旅行の写真、20年以上も前だとわかる。古びた紙が。これは青森に伝わる民謡の歌詞でおめでたい席で歌うものだという。なぜ書き残したのか。他にもこんなメモが。消費者金融からの借入金額。文章から同居人だった母が綴ったと推測できる。息子の素行の悪さを嘆く母の怒りの言葉。母のクレジットカードを勝手に持ち出し、金を下ろしていた。働けず、酒に溺れ母の金を蝕む。荒れ果てた父の行動は度を超えていた。だが、自暴自棄になっても、娘への思いは消えていなかった。で連絡が来たら、会うかなって。年に1回会うか会わないかですね。娘に会いたいという思いから連絡していた。そして最後に会った時に口にしていた。いつか孫の顔が見られたら。他にも大切なものが見つかった。不動産の権利書と車の鍵。さらに霧の箱も。その中には4つぐらい。権利書があったんで助かりました。これはすごいな。排水の中に入ってるか。いや、すごいっすね。これは吸い出せへんね。水自体流れてるのかな。ほんとめちゃめちゃ綺麗になりましたね。あんだけ水が溜まってた。
母が死に、一人となった父。生活は荒れても、娘への愛情の灯火だけは消えていなかった。共に過ごした時間は長くはない。しかし、決して絆は弱いものではなかった。すいません。では、各部屋見ていただいていいですかね。はい。お仏壇ももうきっちり持って帰らせていただきましたので、ご供養をさせていただきます。はい。こちら廊下からお亡くなりになられたスペースなんですけども、きっちり洗浄の方はさせていただいて、ここももう空の状態になってますので。お宅に入られるのっていつぶりぐらいですか？ 2階は20年ぶり、20年以上ぶりで、1階はおばあちゃんがまだ元気だった時に来たことあるんで、6年ぶりとかそんぐらいですか。蘇ったのは、祖母たちと暮らしていたあの時間。依頼者の表情はどこか寂しさに満ちていた。父にとって心の拠り所だった母の命。人生が狂い、孤独に果てた父の命。そんな悲しみの中に宿った新たな命。1日で終わると思わなかったんで、ちょっとびっくりしてます。ありがとうございました。この翌月、依頼者は元気な子供を出産したという。我々は巡りゆく命の儚さ、尊さを感じさせられた。ご家族さんからご依頼いただきまして、亡くなられたところの清掃、近隣の住民さんにご迷惑にならないように、あとは遺品整理ですよね。貴重品、権利書を見つけてほしいということで、この貴重品も全て見つけることができました。お客様にも確認していただき、喜んでいただきました。ただ、毎日毎日こういった現場行ってるんです。日々孤独死の問題が増加している、本当に異常事態なんです。このチャンネルでは現場からこの孤独死の問題と向き合い、引き続き警鐘を鳴らし続けていきます。チャンネル登録やいいねをしていただけると活動の励みになりますので、よろしくお願いいたします。私たちの活動が誰かの助けになれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。